どうも、しばです。今回はゲーミング PC の初期設定方法と買ったらやるべき14個の設定方法について解説します。今回解説で使用する PC はドスパラのガレリアというゲーミング PC で Windows 11のデスクトップ PC となっています。開封して初期設定を行い、その後に必要な設定を14個解説するので、実際にゲーミング PC を購入した人は参考にしてみてください。ちなみにコメント欄でも質問を受け付けていますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。また、メール講座でゲーム動画を投稿して稼ぐための情報も発信しているので、説明欄の各情報もチェックしてみてください。まずは自宅に届いたゲーミング PC を開封していきます。開封する時の注意点を言っておくと、デスクトップ PC はサイズが大きくて箱から取り出しにくく、重量も結構あります。自分が購入した PC の場合は約 14kg もあったので、子供や女性の方が1人で開封する場合はかなり大変かもしれません。ゲーミング PC は精密機器なので、開封時に落としたり倒したりして衝撃を与えてしまうと故障してしまう原因にもなるので、慎重に扱う必要があります。なので、できるだけ2人で開封するのがおすすめですが、どうしても1人で作業するしかないのであれば、周囲の状況に常に注意しながら慎重に開封してください。実際に開封することができたら、付属品の確認を必ず行いましょう。PC 本体や電源ケーブルといった納品書に書かれているものが入っているのか破損がないのか確認してください。ちなみに開封後の箱や緩衝材に関しては保管できるスペースがあるのであればできるだけ保管しておくのがおすすめです。理由としてはゲーミング PC に初期不良があったり使用している途中で故障した場合は修理に出すことになりますが、そんな時に開封時の箱や緩衝材があればゲーミング PC を安全に運べるからです。ただデスクトップ PC を購入したいのであれば箱のサイズが大きくて場所も取ってしまうので、保管する場所がないのであれば捨てても問題ありません。もしもの時はヤマト運輸を確認するとパソコン宅急便というサービスもあるので、こちらを活用して修理に出したりしてください。次にゲーミング PC に各ケーブルや周辺機器を接続していきます。背面を確認すると電源ケーブルを接続できる端子があるので、付属されていた電源ケーブルを接続してください。そしてもう片方の電源プラグはコンセントに接続しましょう。次に PC 側の電源ケーブル付近に丸と横棒が書かれたスイッチがありますが、これがデスクトップ PC の主電源となっています。これが丸になっていると電源が入らないので、必ず横棒の方に切り替えるようにしてください。ちなみに丸は0で横棒は1と考えると、0の時は電源オフで1の時は電源オンとパッと理解しやすいので、この覚え方がおすすめです。次に PC の上の部分を確認すると、いろいろな端子が搭載されていて各周辺機器を接続できるようになっています。マウスやキーボードに関しては USB 接続するものが多いので、基本的に背面の USB 端子に接続してもらえれば OK です。ちなみに USB 端子の上に SS と記載されている端子がありますが、これは USB3.0 以上の端子という意味になっています。この記載がない端子は USB2.0 の端子ですね。使用する機材によっては USB3.0 以上の端子に接続しないとうまく機能しないものもあるので、機材の使用を確認しながら注意して接続してください。あとガレリアのデスクトップ PC の場合は背面だけでなく前面にも USB 端子が搭載されています。状況に応じてこちらの端子も使ってみてください。ちなみにより詳しい USB2.0 と 3.0 の見分け方を解説した動画も投稿しています。使用している機材の USB 端子の規格がわからないときは説明欄に記載している動画リンクからチェックしてみてください。次にインターネットに有線で接続したいのであれば LAN ケーブルをこちらの端子に接続します。LAN ケーブル自体は付属されていないことが多いので、基本的に自分で準備するのはもちろん、反対側はルーターとも接続するようにしてください。ちなみに有線ではなく無線で接続したい人もいると思いますが、購入する段階で無線 LAN 呼気をオプションで付けているのであれば、それを使用して無線接続が可能です。もしも付けていないのであれば、無線接続ができないので注意してください。無線 LAN 呼気をオプションで付け忘れていたのであれば、Amazon や楽天などで販売されている無線 LAN 呼気を購入して接続すれば、無線接続ができるようになるのでチェックしてみてください。説明欄におすすめの無線 LAN 呼気のリンクを貼っておきます。次に 3.5mm 三極プラグでマイクを接続したいのであれば、マイクマークがついた赤い端子に接続してください。3.5mm 三極プラグのイヤホンやヘッドホンを接続したいのであれば、矢印が外を向いている緑色の端子に接続してください。青い端子に関してはオーディオ機器からの音を入力できますが、使用する人は少ないと思うので特に気にしないで OK です。ちなみにガレリアのデスクトップ PC だと背面だけでなく前面にも音声を入出力できる端子が搭載されています。状況に応じてこちらの端子も使ってみてください。
次にモニターと PC を接続していきますが、デスクトップ PC には HDMI やディスプレイポートといったケーブルを接続できる部分が2箇所あります。ガレリアのデスクトップ PC だと丁寧に使用不可というシールが貼られていますが、ゲーミング PC の場合は基本的に GPU が搭載されているので、下にある接続端子にモニターからのケーブルを接続してください。上の接続端子は CPU 内蔵グラフィックスからの映像を出力する端子になっており、 GPU が搭載されているのにこちらに接続すると映像が映らなかったり、ゲーミング PC 本来の性能を発揮できないので注意しましょう。ちなみに1つの端子につき1つのモニターを接続できるので、今回の PC の場合は最大4つのモニターが接続可能となっています。デュアルモニターやトリプルモニターにしたい人は必要に応じて複数のケーブルを接続してください。これで各ケーブルや周辺機器の接続方法は以上になります。ガレリアのデスクトップ PC だと正面上部に電源ボタンがあるので、実際に1回押して電源をつけたら初期設定を行っていきましょう。次に起動後の初期設定のやり方を解説しますが、時期によっては一部の設定方法が変化している可能性もありますので、あらかじめご了承ください。それでは解説しますが、実際に電源をつけるとモニターにこのような画面が表示されることを確認してください。もしも表示されない場合は、モニターに接続しているケーブルの接続不良が考えられるので、ケーブルを一度取り外して再接続したり、別の端子に接続してみたり、ケーブル自体を別のものに交換して確認してください。それでも映らない場合は、モニターの電源がついているのを確認するのはもちろん、PC の初期不良の可能性も考えられるので、購入したショップに問い合わせてみてください。確認できたら初期設定を進めていきますが、国を選択する必要があるので、日本であることを確認してはいをクリックしてください。次にキーボードレイアウトや入力方式を確認する画面が表示されますが、特に変更しなくていいのではいをクリックしてください。次に2つ目のキーボードレイアウトを追加するのかという画面が表示されますが、スキップをクリックしてもらって OK です。次にインターネット接続を行える画面が表示されますが、今回は有線接続を行っているのでこのような画面となっています。無線で接続したいのであれば、家で使用しているルーターの Wi-Fi の電波の名前が画面内に表示されているはずなので、実際にクリックして画面の指示に従いながら接続設定を行ってください。設定できたら次をクリックしましょう。ちなみに Windows 11の初期設定を行う場合は、インターネット接続が必須になっています。インターネット接続していなくても初期設定が行える方法があるみたいですが、自分はその方法はわからないので、やり方は自分で調べるようにしてください。次にライセンス契約を確認する画面が表示されますが、内容を確認して問題ないのであれば同意をクリックしてください。次にデバイスに名前を付ける画面が表示されますが、これは必ず必要な設定ではないので、今はスキップをクリックして解説していきます。次にマイクロソフトエクスペリエンスのロックを解除するという画面が表示されますが、マイクロソフトが提供する様々なサービスを利用するために、マイクロソフトアカウントに登録してサインインする必要があります。例えば、ワードや Excel、PowerPoint といったオフィスソフトを使いたいのであれば、必ずマイクロソフトアカウントに登録してサインインする必要があるので注意してください。実際にサインインをクリックすると、このようなサインイン画面が表示されるので、まだアカウントを持っていないのであれば、作成というリンクをクリックして、画面の指示に従いながらアカウント作成を行ってください。自分の場合は前のパソコンから乗り換える形で新しく PC を購入したので、すでにマイクロソフトアカウントを持っています。なので、マイクロソフトアカウントのメールアドレスを入力し、次をクリックして解説するので、あらかじめご了承ください。次にパスワード入力画面が表示されるので、実際にパスワードを入力できたらサインインをクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、次をクリックしてください。次にピンを作成しますという画面が表示されますが、ピンとは PC を起動してログインするときに使用するパスワードとなっています。スマホのロック機能と似たようなもので、家族や他の人が勝手に PC を起動して中のデータを見れないようにするために設定するパスワードなので、ネット上で使用するパスワードみたいに難しく考えずに設定してもらえればと思います。実際にピンの作成をクリックしたら、ピンを入力する画面が表示されるので、上と下に同じものを入力したら OK をクリックしてください。次にデバイスのプライバシー設定の選択という画面が表示されますが、これはパソコンを使っている上で様々な情報をマイクロソフトに送信し、その情報をマイクロソフトが活用してもいいのかという内容が書かれています。これに関しては各項目を確認してもらって許可するのかしないのか自分で決めるようにしてください。今回の場合は全ていいに設定して解説していきます。設定できたら同意をクリックしてください。次にエクスペリエンスをカスタマイズしましょうという画面が表示されますが、後から設定することもできるので、今回はスキップをクリックして解説していきます。
次に PC から Android スマートフォンを使用するという画面が表示されますが、Android のスマホを使用していて必要だと思う人は実際に設定を行ってください。自分は iPhone を使用していて設定すら行えないのでスキップをクリックします。次にゲームパスについての画面が表示されますが、必須ではないですし100円かかってしまうので今はしないをクリックしてください。これで最初の初期設定は以上になりますが、ここから少し時間がかかるので処理が終わるまで気長に待つようにしてください。処理が終わるとこのような画面が表示されますが、適当なキーを押すと先ほど設定したピンを入力する画面が表示されるので実際に入力を行いましょう。正しいピンを入力できると Windows 11のデスクトップ画面が表示されます。このままでも十分使用できますが、ゲーミング PC を使うのであれば設定しておきたい項目がいくつかあるので、その設定方法を次で解説していきます。次にゲーミング PC を使うのであれば設定しておきたいことがいくつかあるので、その設定方法を解説していきます。全部で14個の設定項目があるので、しっかりと確認していくようにしてください。まずは Windows アップデートを行っていきます。これを行わないとセキュリティ的に問題が出る場合がありますし、パフォーマンスの改善やバグの修正なども含まれているので、状況によっては各ソフトがうまく機能しない場合もあります。初期設定が終わったら一番最初にやっておきましょう。実際のやり方を解説しますが、タスクバーの中にある虫眼鏡の検索マークをクリックし、検索欄に更新と入力してください。すると検索結果に更新プログラムの確認と表示されるので、こちらをクリックします。次にこのような画面が表示されますが、更新プログラムのチェックをクリックしてください。すると利用できる更新プログラムが表示され、勝手にダウンロードとインストールが行われるので終わるまで待ちましょう。インストールが終わると状況によっては再起動する必要があるので、今すぐ再起動するをクリックしてください。実際に再起動できたらもう一度同じようにタスクバーの中にある検索をクリックして更新プログラムの確認をクリックします。表示された画面には最新の状態ですと表示されていますが、もう一度更新プログラムのチェックをクリックしてください。すると状況によっては更新プログラムをインストールしたことで新しい更新プログラムが出てくる場合があります。新しい更新プログラムがある場合はダウンロードとインストールが勝手に行われるので終わるまで待ち、再び再起動が必要であれば再起動を行ってください。実際に再起動できたらもう一度同じようにタスクバーの中にある検索をクリックして更新プログラムの確認をクリックします。そしてこの後もう一度更新プログラムのチェックを行って利用可能な更新プログラムがなくなるまで作業を行いましょう。次に Windows のライセンス認証を行います。これを行わないと Windows の一部の機能を使用できなかったり、セキュリティ的なリスクが出てきてしまうので注意してください。まずライセンス認証を行うときは25文字のプロダクトキーを入力する必要があるので、そのキーの情報を確認する必要があります。PC の側面などを確認すると、このようにプロダクトキーが書かれているシールが貼られているので探してみてください。そしてプロダクトキーの一部が隠されているので、コインで削り取った後にプロダクトキーをメモしましょう。次にプロダクトキーを実際に入力していきますが、スタートボタンの上で右クリックしたらシステムをクリックしてください。次にシステムの項目の中にあるプロダクトキーとライセンス認証をクリックしてください。次にプロダクトキーを変更するの変更をクリックしてください。すると先ほどメモしたプロダクトキーを入力できる画面が表示されるので、実際に入力したら次をクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、マイクロソフトソフトウェアライセンス条項を読むをクリックして表示された内容を確認できたらライセンス認証をクリックしてください。実際にライセンス認証が完了するとこのような画面が表示されるので、閉じるをクリックして画面を閉じましょう。次にマイクロソフトオフィスの初期セットアップを行います。これはゲーミング PC を購入するときに Word や Excel といったオフィスソフトを追加で購入した人のみが行う作業になるので、購入していないのであれば設定を飛ばしてください。それでは実際のやり方を解説しますが、 PC が入っていた箱の中にオフィスソフトのプロダクトキーが書かれている付属品が入っているので探してみてください。次に PC の画面を操作しますが、スタートボタンをクリックすると Word や Excel、PowerPoint といったオフィスソフトがあるので、実際に購入したオフィスソフト内に含まれているソフトをクリックしてください。するとプロダクトキーを入力する画面が表示されるので、このように入力できたらオフィスをライセンス認証をクリックしましょう。次にこのような画面が表示されますが、使用許諾契約書を読むをクリックして内容を確認し、問題ないのであれば同意するをクリックしてください。すると先ほどの画面が消えますが、これでオフィスソフトを使えるようになったので、白紙の文章をクリックして実際にワードを使用したり、他のオフィスソフトも使えるのか確認してみてください。ち
ちなみに現状ではデスクトップ画面に Office ソフトが表示されていないので、使いやすいようにショートカットを作成しておくのがおすすめです。実際のやり方としては、スタートボタンをクリックしたら、ワードのアイコンの上で右クリックして、ファイルの場所を開くをクリックします。次に表示された画面内にあるワードの上で右クリックして、その他のオプションを表示をクリックし、ショートカットの作成をクリックしてください。次にこのような画面が表示されるので、はいをクリックしてください。するとデスクトップ画面にワードのショートカットが表示されます。あとは同じように Excel や PowerPoint のショートカットも作成してみてください。次に NVIDIA コントロールパネルでの設定を行っていきます。ただこの設定は NVIDIA の GPU が搭載された PC だけが行える設定となっており、 AMD の Radeon や Intel の Arc という GPU が搭載された PC の場合は設定を行うことができません。NVIDIA 以外の GPU が搭載された PC を使用している場合は、設定方法を自分で調べて対処するようにしてください。それではやり方を解説しますが、デスクトップ画面で右クリックして、その他のオプションを表示をクリックし、NVIDIA コントロールパネルをクリックしてください。次に NVIDIA ソフトウェア使用許諾契約書という画面が表示されますが、同意・続行をクリックしてください。次にこのような設定画面が表示されますが、左のメニューの中にある 3D 設定の管理をクリックしてください。次に各 3D 設定を変更していきますが、アンチエイリアシング、ガンマ修正をオフ、テクスチャフィルタリングをハイパフォーマンス、垂直同期をオフ、違法性フィルタリングをオフ、電源管理モードをパフォーマンス最大化を優先、このように変更してください。PC ゲームを行う場合、画質よりもフレームレートを意識する人が多いですが、この設定を行えばフレームレートの向上を優先した設定になります。もしも画質を優先してプレイしたいのであれば、デフォルトの設定で実際にプレイし、必要に応じて設定内容を変更していくようにしてください。次にモニターのリフレッシュレート設定を行っていきます。ゲーミング PC を購入したのであれば 144Hz や 240Hz というように高いリフレッシュレートを出せるゲーミングモニターも合わせて購入した人が多いと思います。ただ初期設定のままだと性能よりも低いリフレッシュレートが設定されているので、必ずこの設定を確認してください。先ほどの NVIDIA コントロールパネルからも設定を変更できるのでやり方を解説しますが、画面左の解像度の変更をクリックするとモニターのリフレッシュレートを変更可能です。実際にリフレッシュレートの項目をクリックして、そのモニターが出せる最高のリフレッシュレートに設定するのはもちろん、複数のモニターを使用しているのであれば、それぞれクリックしてリフレッシュレートを確認してください。一応 NVIDIA コントロールパネルを利用できない人向けのやり方も解説しておきますが、デスクトップ画面で右クリックしてディスプレイ設定をクリックします。次に少し下にスクロールすると、ディスプレイの詳細設定という項目があるのでクリックしてください。次に表示された画面内のリフレッシュレートの選択という項目でリフレッシュレートの設定ができるので、そのモニターが出せる最高のリフレッシュレートに設定してください。あと複数のモニターを使用しているのであれば、ディスプレイ設定を変更してリフレッシュレートを確認してください。次に NVIDIA の GPU のドライバー更新を行います。ドライバーを更新しないと正常にゲームの処理を行えなかったり、特定のソフトをうまく使用できないので必ず更新を行いましょう。ちなみに AMD の Radeon や Intel の Arc という GPU が搭載された PC を使用している場合、自分はドライバーの更新方法がわからないので、自分でやり方を調べるようにしてください。それでは NVIDIA の GPU が搭載された PC を使用している人向けに解説しますが、画面下のタスクバーに Microsoft Edge という Web ブラウザがあるので、こちらをクリックしてください。実際に画面を開けたら、検索窓に NVIDIA ドライバーダウンロードと入力して検索しましょう。すると一番上に公式ドライバー NVIDIA と表示されるので、こちらをクリックしてください。次にこのような画面が表示されるので、PC に搭載されている GPU を確認して各項目を選択してください。自分は Windows 11で RTX 4080を使用しているので、このように選択しています。ちなみにダウンロードタイプを確認すると、ゲームレディドライバーとスタジオドライバーの2種類が選択できますが、初めてドライバーをインストールする場合に迷いやすいポイントとなっています。ゲームレディドライバーは描画精度よりも描画速度を重視したドライバーとなっており、ゲームをメインでプレイする方におすすめのドライバーとなっています。スタジオドライバーは描画速度よりも描画精度を重視したドライバーとなっており、動画編集などのクリエイティブな作業をする方におすすめとなっています。自分の場合はゲームもプレイするし、動画編集などの作業も行うので、どっちにするか迷ったのですが、実際にゲームレディドライバーをインストールして使っていますね。
ゲームはもちろん動画編集などの作業でも特に気にすることなく使えているので、 PC ゲームをプレイするのであればゲームレディドライバーをインストールするのがおすすめです。実際に各項目を選択できたら探すをクリックしてください。次に選択した GPU に対して最新のドライバーが表示されるのでダウンロードをクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、 NVIDIA GeForce ソフトウェアライセンスと GeForce Experience ソフトウェアライセンスを確認し、問題ないのであればダウンロードの同意をクリックしてください。するとダウンロードが始まるので、実際にダウンロードが終わったらファイルを開くをクリックしましょう。するとこのような画面が表示されますが、はいをクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、特に変更することなく OK をクリックしてください。するとドライバーをインストールするためのインストーラーが PC にインストールされるのでしばらく待ちましょう。次にこのような画面が表示されますが、 NVIDIA Graphics ドライバーおよび GeForce Experience にチェックを入れて同意して続行するをクリックしてください。次に2つのチェック項目が表示されますが、高速推奨にチェックを入れて次へをクリックしてください。するとインストールが始まるのでしばらく待ちましょう。インストールが終わったらこのような画面が表示されるので、今すぐ再起動するをクリックして PC を再起動させればドライバーのインストールは OK です。次に電源の設定を行っていきます。まずはスタートボタンの上で右クリックして設定をクリックしてください。次に電源をクリックしてください。次に画面とスリープという項目を確認すると、電源を切る時間とスリープ状態にする時間を設定できるので、好みに応じて設定してみてください。ちなみにノート PC を使用している場合はバッテリーで稼働する場合の設定も可能になっているはずなので、そちらも確認するようにしましょう。次に電源モードの項目ですが、 PC ゲームをプレイするのであれば最適なパフォーマンスに設定しておくのがおすすめです。この設定だと PC に負荷がかかって消費電力が増えた時でも消費電力の上限を設けることなく処理を優先するようになります。ただノート PC でバッテリーを使用してゲームなどをプレイする場合、消費電力が多くなってバッテリーの持ちが悪くなるので、状況によってはバランスやトップクラスの電力効率を設定してください。次にゲームモードの設定を行います。この設定をオンにしておくと、特定のゲームやシステムなどで安定したフレームレートでプレイすることが可能になります。NVIDIA の公式でもゲームモードの設定はオンにするのを推奨しているのでやっておきましょう。先ほどの電源の設定の続きからやっていきますが、画面左にあるゲームをクリックしてゲームモードをクリックすると、ゲームモードをオンオフできるのでオンになっていることを確認してください。次にマウスの設定を行っていきます。先ほどのゲームモードの設定の続きから解説しますが、画面左にある Bluetooth とデバイスをクリックすると、マウスという項目が表示されるので、こちらをクリックしてください。次にマウスの追加設定をクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、ポインターオプションタブをクリックしてポインター精度を高めるのチェックを外しましょう。これにチェックがついているとマウスを動かす時に加速度がついてしまい、シューティングゲームを行う時に逆に精度が悪くなってしまうので注意してください。設定できたら OK をクリックして画面を閉じましょう。すると元の画面に戻りますが、この画面での設定は以上になるので×ボタンをクリックして画面を閉じてもらって構いません。次に別の設定を行いますが、タスクバーの中にあるエクスプローラーをクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、画面右上にある横3点マークをクリックしてオプションをクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、クリック方法という項目でシングルクリックで開くかダブルクリックで開くかの設定が行えます。必要であれば設定を変更して OK をクリックして画面を閉じましょう。次に拡張子の表示設定を行います。PC ゲームをプレイするだけでなく、録画や配信を行ったり、クリエイティブな作業をする場合、各素材を PC のフォルダ内に保存することになります。ただ、拡張子が表示されていないと、何の素材なのかパッと見で分かりにくいので、設定を変更していきます。実際のやり方としては、エクスプローラーの画面上にある表示をクリックし、表示の中にあるファイル名拡張子をクリックしてください。すると各素材の後ろに拡張子が表示されるので、パッと見で何の素材なのか分かりやすくなります。次にキーボードの設定を行いますが、ひとまずシフトキーを5回連続で押してみてください。すると変な音が鳴ってこのような画面が表示されます。ゲームによってはシフトキーを多用するゲームもありますが、ゲーム中にこの画面がいきなり表示されるとかなり邪魔なので、勝手に表示されないように設定を解除しておきましょう。実際のやり方としては、画面内に表示されている簡単操作キーボードの設定のリンクをクリックしてください。次に固定キー機能の右矢印をクリックして、
固定キー機能用のキーボードショートカットの項目をオフにしてください。これでシフトキーを5回連続で押しても邪魔な画面が表示されなくなります。次にサウンドの設定を行います。PC にヘッドホンやマイクなどを接続した場合、サウンドの設定を行わないとヘッドホンから音声が聞こえなかったり、マイクの音量が小さいといった問題が起きる場合があるので、音声の切り替え方法や音量設定方法を理解しておきましょう。ちなみに PC にヘッドホンやマイクを接続していないのであれば、この設定を飛ばしてもらって構いません。それではやり方を解説しますが、デスクトップ画面右下にあるスピーカーマークの上で右クリックして、サウンドの設定をクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、出力の項目で音声を出力する機器を設定できるので、 PC に接続しているヘッドホンやイヤホンにチェックを入れてください。音量に関してはボリュームの項目で調整できるので、好きな音量に調整してみてください。次にマイクを使用する場合は入力の項目で設定を行いますが、1つしか音声入力機器を接続していないのであれば、それ以外は表示されなくなっています。複数の音声入力機器を接続しているのであれば、出力の項目と同じように PC に接続しているマイクにチェックをつけて機器を選択する必要があるので、使用しているマイクを選択するようにしてください。またマイク音量に関してはボリュームの項目で調整できるので、100に設定しておくのがおすすめです。次に必要であれば各ゲーミングデバイスの専用ソフトのインストールを行いましょう。ゲーミングマウスやゲーミングキーボードといったゲーミングデバイスを購入した場合、そのほとんどで細かい設定が行える専用ソフトがインストールできるようになっています。実際に専用ソフトをインストールしなくても普通に使用できますが、性能を最大限発揮するには専用ソフトをインストールして細かい設定を行うのがおすすめなので、必ず専用ソフトもインストールしてください。ちなみに専用ソフトのインストール方法に関してはここでは解説を行いません。使用している機器に合わせてインストール方法や設定方法を確認してください。最後にその他必要なソフトがある場合はインストールを行ってください。PC ゲームをプレイするのであれば Steam のようなゲームプラットフォームにアクセスできるソフトをインストールしておくと非常に便利です。さらに動画投稿や配信を行うのであれば OBS Studio というソフトがあると便利ですし、画像編集ソフトや動画編集ソフトもインストールしておく必要があります。それぞれ必要だと思うソフトを実際にインストールしてみてください。ちなみにこのチャンネルではゲーム実況に必要な機材情報や先ほど紹介した OBS Studio の使い方も解説しています。他にもパワーディレクターや Filmora といった動画編集ソフトの使い方だったり、GIMP という画像編集ソフトの使い方も解説しているので、説明欄の再生リストから動画をチェックしてみてください。はい、これで今回の動画を終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで、録画や配信に必要な機材の情報や各ソフトの使い方、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。